それじゃあですね、今日はこの前作りました小型種用の石膏の飼育ケースにアリを引っ越しさせて実際に飼育していこうと思います。で、いくつか小型種をですね、用意することができましたので、早速入れていきましょう。はい、ということで引っ越しも完了しまして、でそれから、2週間くらい飼育をしてみました。でそれで今の状態がこんな感じになってます。巣の中にしっかり定着してくれて、
餌もね、餌場に取りに来たりしてて、もうしっかり機能してますね。で、巣同士でつながってませんので、何にもですね、そういう争いが起きたりとかっていうのもないですので、本当に想定通りで一応飼育はできてます。こんな感じで、すごくいいですよね。で、今回飼育してみたのが、胸細アリの1種と、あとは鱗アリの1種を2つずつ、計4コロニーを飼育しましたけれども、この2つともですね、成熟してもコロニーが発達しにくい種類になると思いますので、こんな小さいケースでも飼育できるんじゃないかなと思ってます。なので逆にシワアリとかですね、すごいコロニーが大きくなりやすい種類の場合だと、こういった小さい巣には適さないのかなと思いますので、こういう小さいアリの飼育ケースを使って飼育される場合は、種類はですね、ちゃんと十分に注意した方がいいかなと思います。で、飼育これ本当にうまくいってるんですけれども、3点ほどですね、ちょっと問題点がありましたので、一応それもですね、お話ししておきますね。で、一つがですね、やっぱここ結露ができちゃうんですね。他の石膏のケースでもそうなんですけれども、特に冬場、寒暖差が激しいところに置いておくと、やっぱり結露ができちゃいます。同じようにできちゃっていますけれども、今のところはそこまで問題はないですので、あれなんですけれども、ちょっと見栄えが悪くなるというところだけがちょっと問題ですね。で、あともう一つですね、2点目が、今ここに餌場にちょうど鱗アリが餌を食べに来てますけれども、餌場がですね、ちょっと静電気が発生しやすくて、鱗アリみたいに小さくて弱いアリだとひっついてしまったりとか、静電気で飛ばされちゃったりするんですよね。で、そうすると結構鱗アリが自由に動けなくなってしまって、で弱ってでコロニーが衰退してしまうっていうことが起きてしまう可能性があるので、ちょっとそこはですね、ちょっともっとですね、静電気が起きにくいやり方がないかなっていうのはちょっと改善点としてはありますね。で、最後のもう一つですね、3点目ですけれども、3点目がですね、例えば今このですね、端っこのここの頃に今こちらにも鱗アリが飼育してるんですけれども、今ね見えてるのが4頭くらい、4匹くらいしか見えてないですが、実はここのですね、餌場と巣の中の通路ですね、この中、ここの見えない中に巣を作ってしまってて、これだとちょっとその飼育してる様子観察することがやっぱりここの部分だとできなくなってしまうので、そこがねちょっとやっぱりこの飼育ケースの欠点かなと思います。なんかね、やっぱりもう通路も見えるようにした方がこういった小さいアリの種類だといいのかもしれないですね。ちょっとここは改善点です。とは言ってもですね、もう本当にこれものすごい小さい飼育ケースで4コロニーをちゃんと観察しながら飼育できるっていうのは結構革新的なんじゃないかなって思いますので、個人的にはすごいこれ作ってよかったです。このままちょっと継続して飼育していきまして、もっと改善点があれば改善していきますし、このケースはこのケースのままちょっと飼育していくかもしれないですし、ちょっと続けていこうかなと思いますので、また何かこういったところで、面白い変化とか改善点とか改造したところとか見つかったら改めてご報告させていただければと思います。はい。ということで、今回はこれで以上ですね。鱗アリもこうやってプロゼリー食べてます。プロゼリー食べるんですよ、鱗アリ。いい感じですね。じゃあ今回はこれで以上です。ありがとうございました。